ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのは T1 所属フェイズ選手のカリスタ ADC です。ルーンはこちら。凱旋と迅速、そしてサブパスの作動インパクトと貪欲な賞金首狩りはほぼ固定。切り崩しか排水の陣かを選ぶということになりますが、今回はバルスとニーコ相手に主導権を握っていきたいということで切り崩しを選択しています。それでは試合の方を見ていきましょう。カリスタは AA ごとにブリンクすることができるため非常にポテンシャルがあるチャンピオンであると言えます。しかしポテンシャルがあるということはプロが使えば大化けするということ。そうなってくるともちろんかなりシビアな調整が施されており、 KR エメラルド以上で統計を見てみるとその難易度を示すかのようにしっかりと沈殿しています。しかしそのカリスタを今回使用するのはペイズ選手、さらには強いシナジーがあるレナータまで隣にいます。序盤から主導権を握っていきます。敵はカリスタとオールインファイトになれば勝ち目がないため消極的に立ち回らざるを得ません。ヒールを交換しながらダメージトレード。順調にレベル2先行し、ニーコが甘めのポジションを取ったためレナータがニーコの W をかわしながらフラッシュ Q、 ニーコがフラッシュアウトしフラッシュ交換に、ビエゴはボットゲームになることは構成的に間違いないとキャンプをスキップしてこちらに向かってきています。ビエゴと共に敵ジャングルに入っていき、レナータが強気に圧をかけますが少しやりすぎました。バルス Q に当たり W で延命したもののキルを獲得できずです。撤退を判断したカリスタにバルスがいいからフラッシュインでキルを狙いましたがしっかりと反応して生存。ビエゴは1対3の状況になりますがニーコ E を避け AA W で AA キャンセルしながらニーコ Q から逃れ信者を切る。信者に憑依しバルス Q をフラッシュでかわし E で飛びつきキルして憑依。ニーコにバルス Q を当てますがキルには至らず、それでも苦しい状況からチームを救うダブルキルで2、1交換に。しかしその後レナータが仕掛けますが Q が外れ、ニーコ E をもらったことでそれをカバーするために前に出たカリスタも削られ大きく不利に。バルスと少し距離があるためニーコを殴りながら E を避けますがそこに死んじゃうがレナータはダイブされてです。ボットで序盤から有利をスノーボールさせたかった自陣でしたがうまくいきません。ハラスを受けた後2対2へ。カリスタだけレベル6になりニーコが圧をかけてきますがオールインファイトはしたくないと距離を取ったもののバルスは戦闘の意思表示。カリスタが R でレナータを吸い上げ吐き出しますが当たりません。それでもこの形になればこちらのもの。カリスタはバルスに槍を刺していきレナータ W をもらって延命。ニーコに一発 AA を入れることでカリスタ E は E で敵を倒した時に CD が解消されますので E でバルスを倒しながらニーコに E のスローがニーコに AA をしミニオンに1回 AA することでブリンクしながら槍を刺してこれを E で倒し CD 解消。またニーコにスローを付与。レナータがフラッシュインで Q を当てに来ますがニーコはステップすればどのみち捕まるためまっすぐ歩くしかありません。レナータ Q でトライ。最後はカリスタ E。
ブリンクと E の特性をうまく利用してダブルキルに成功しました。その後 R をかわしビエゴのガンクでキル獲得。ニーコを捕まえに行ったところでシンジャオがガンク、レナータ W をもらいフラッシュでキルを取りに行きましたが惜しくも失敗。バルスが R から仕掛けてきますが返り討ちに王剣が完成し、バルスと1対 1E を使いキャノンを倒しながらバルスにスローをつけ、あとは英しながら詰めるだけ。この距離からでもフルヘルスの相手を楽々キルまで持っていけるのがカリスタの魅力。タワー下にいるバルスを狙います。AA できる対象がある時のチェイス性能は異常。バルスをしばいた後タワーを守りに来たシンジャオまで取り切りました。ヘラルドでインナータワーを破壊した後レナータが捕まりデスしましたが、なんとか自陣ジャングルまで撤退しニーコ E を爆速クレンズ解除。深追いしてきたアジールを倒し、決着の時は近いとクレンズが CD であることからサッシュを購入して集団戦へ。ニーコに AA が届いてチェイス開始。 E をサッシュって時レナータを R で回収しながらぐんぐんと奥へ。ニーコ R を見て少し下がりますが、レナータがニーコを勝ち上げているのを見て前進。レナータが R を発動させて飛び込んできたシンジャオがバーサーク状態に。その隙にニーコを殴る E で切る。 CC が切れたシンジャオが R を発動させて襲いかかってきますが、シンジャオ R の範囲内でなおかつ AA されない絶妙なステップを踏み続け、これではシンジャオはただ歩くことしかできません。 E でとどめを刺して次はアジール。ほぼゼロ距離でアジールは R を発動。非常に避けづらい R なはずでしたが、もちろんフラッシュで回避。バルスに AA をしてから E でアジールを切る。バルスはフラッシュで逃走しましたが、スローがついていたこともありビエゴがアジールに憑依して切る。 4-1 トレード。カリスタで序盤つまずいてもこのパフォーマンス、相手はこれはあかんと試合から逃げ出しました。サモナーが退場しました。いかがでしたでしょうか。前回の動画でも信じられない動きをしていましたが、彼の強みは圧倒的なミクロに加えピックプールも広いこと。トッププロであったとしても競技シーンレベルで見れば出せないピックがある程度は存在しているものですが、ペイズ選手はどのチャンピオンを使っても仕上がったプレーを見せてくれます。これはフィアレスドラフトが導入されている今のプロシーンでは特に強力な武器となります。何度も言っていることではありますが、早く LCK で今のペイズ選手を見たいですね。ここ最近のペイズ選手の動画を見てその魅力にハマってしまった方も多いと思います。誰よりも私が完全にやられてしまっていますので、今後もこのチャンネルではペイズ選手のリプレイをガンガン投稿していきます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。大きにご苦労さん。